どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回は、フリーキャドのロフト機能で起きる、ねじったはずなのに、途中で逆方向にねじれてしまう問題について解説します。動画のコメント欄で質問をいただいていた話となります。ロフトの上面と底面で角度を変えるとねじれた形でつながりますが、角度によってねじれの向きが変わるという問題です。結論から言いますと、使用通りの挙動なのですが、今一度現象の再現と対策方法を解説します。まずはシンプルな形状で再現してみます。底面と上面が正方形のロフト形状です。この上面を少しずつ回転させていきます。最初は普通にねじれているように見えます。しかし、角度を増やしていくと45度付近で急にねじれの方向が変わります。バグっぽく見えますが、実はそうではありません。では、なぜこのような現象が起きるのでしょうか。フリーキャドのロフトは底面と上面の形状同士を自然につながる位置で自動的に対応づけています。この時、フリーキャドは頂点だけを見ているわけではなく、エッジ全体の流れを見ながら、どこを結ぶと形状がスムーズにつながるかを判断しています。そのため、上面を回転させていくと、どの位置同士を結ぶのが一番自然か、という判断が途中で切り替わります。結果として、ねじれ方向が反転したように見えることがあります。つまり、ロフトは自動でいい感じにつなぐ機能なので、細かいねじれ方向までは、ユーザーが直接コントロールできないという仕組みになっています。そもそもロフトは、ねじれを作るための機能ではなく、断面同士を自動で補完する過程で、結果的にねじれて見えるだけ、という点も押さえておく必要があります。では、どうしたらよいでしょうか？答えはシンプルで、どの頂点同士をつなげるか、自分で指定すればよいわけです。方法はいろいろあると思いますが、今回は、カーブスワークベンチのブレンドカーブ機能を使います。現在、底面に小さい正方形、上面に大きい正方形を配置しています。では、上から見た状態で表示してみます。画面に表示している矢印の通り、底面の頂点から上面の頂点へ1本ずつ線でつないでみましょう。では、カーブスワークベンチを開きます。ここで、つなぎたい頂点同士ではなく、エッジ同士を選択します。まずは、底面のエッジを選択してください。上面のエッジを選択してください。ブレンドカーブアイコンをクリックします。線が描画されます。これは、選択したエッジ上のポイント同士を結ぶ曲線です。初期状態では、エッジの真ん中あたりを端点とした曲線となります。後で、この曲線を整えますので、まずは、残り3セットの曲線を作成しましょう。底面のエッジを選択して、上面のエッジを選択して、ブレンドカーブアイコンをクリック。このように曲線を描いていきます。残り2本も同じ操作です。サクサク進めてください。はい、これで4セットすべての曲線を作成しました。それでは、モデルツリーにブレンドカーブが4つ追加されていますので、すべて選択してください。ここで、ブレンドカーブのプロパティを表にまとめましたので、必要であれば、一時停止してご覧ください。今回は、赤字で記載している、オートスケール項目と、パラメータ項目だけ設定することにします。ではまず、プロパティに、オートスケールという項目がありますので、チェックをオンにしてください。3T 球状の曲線が、ちょうど良いサイズに調整されました。続いて、ブレンドカーブの曲線の端点位置を調整します。現在、曲線の端点が底面、上面の頂点と一致していないのがわかると思います。これはパラメータ項目で調整します。プロパティのパラメータ1の値を 0mm に設定してください。ブレンドカーブの底面側の端点が正方形の頂点と一致しました。もしうまくいかない場合は、ブレンドカーブを個別に選択して、パラメータ1の値に大きな値を設定してください。自動的にエッジの長さに調整されます。では続いて、パラメータ2の値も 0mm に設定してください。
今度はブレンドカーブの上面側の端点が正方形の頂点と一致しました。これで底面と上面を接続するねじれた線が描けました。この線の形状から面を貼ってソリッド形状に仕上げます。では、カートワークベンチに切り替えてください。続いて、コントロールキーを押しながら面にしたいエッジを選択します。まずは1本目、続いて2本目、染色面アイコンをクリックしてください。これで1つの面が作成されました。もし面がねじれてしまったら、ルールドサーフェイスのオリエンテーションプロパティをフォワードかリバーストに変更してみてください。では、すべての面を同じ方法でサクサク貼り付けていきましょう。コントロールキーを押しながらエッジを2つ選択して染色面で面を作成していきます。上面と底面も含めてすべて面で折ってください。はい、この通り、すべて面で覆うことができましたでしょうか？モデルをぐるっと回転して面の貼り忘れがないか確認してください。それではカーブスワークベンチに切り替えます。今度はすべての面を選択します。少々面倒ですが、コントロールキーを押しながら面を選択してください。モデルを回転しながら選択していきます。面ではなくエッジを選択しないように注意してください。一通り選択できたか、今一度モデルを回転して確認してください。それではパラメトリックソリッドという機能で面だけの状態からソリッドに変換します。パラメトリックソリッドアイコンをクリックしてください。これでモデルツリーにソリッドという緑色のオブジェクトが追加されます。この緑色のソリッドというオブジェクトが完成品です。念のためこのソリッドが問題ないか確認してください。カートワークベンチに切り替えます。チェックジオメトリーアイコンをクリックしてください。タイプがソリッドでエラーなしになっていれば OK です。少々面倒ですが、この方法であればねじりたい方向もねじる角度もすべて調整できます。今回はわかりやすく正方形で行いましたが、理系上でも底面と上面の頂点数が合うようにエッジを分割すれば対応可能です。ただし、ねじれ角度が大きすぎると形状破綻しますので注意してください。ごまけの補足です。今回、カートワークベンチの染色面で面を作成しましたが、形状によってはうまく面を貼れない場合があります。その場合は、サーフェイスワークベンチのフィル、バウンダリー、カーブスを使うとより自然な面を作ることができます。染色面は2本のエッジを直線でつないで面を作るため、形状によってはねじれたりうまくいかないことがあります。一方、フィル、バウンダリー、カーブスは複数の曲線から曲面として滑らかな面を作ることができます。さらにこだわる場合は、ゴードン、サーフェイスなどもありますが、今回は割愛します。今回のポイントをまとめます。まず、ロフトはねじれを作る機能ではなく、自動保管の結果としてねじれて見えるだけです。細かい制御には向いていません。そのため、角度を変えてねじると、接続する頂点が切り替わることがあります。結果として、ねじれが反転したように見えます。これを防ぐには、接続関係を自力で決めるのが最も柔軟な方法となります。つまり、ねじれを明確に入れるには、ロフト機能で結果的にねじれさせるのではなく、自力でねじれを設計するものということになります。ロフトは便利な機能ですが、すべてを自動に任せると、意図通りの形になりません。今回の方法は少々面倒ですが、形状を制御するための一つの方法として参考になれば幸いです。ただし、この方法は手間がかかりますので、用途に応じて使い分けてください。今回の速攻ティップスはここまで。ご視聴ありがとうございました。